稲妻の西の最果てに位置する綿積島は文化や歴史、自然環境も稲妻城と大きく異なる。伝説によると魔人オロバシの島を守る医師は雷神に殺された後も産後宮家の血筋によって代々受け継がれているという。その特殊な血を受け継いだ現綿積島指導者こそ荒人神の巫女である産後宮心美だ。準備万端、出発しましょう。産後宮心美は綿積島の指導者であり産後宮軍の最高指揮官でもある。このおしとやかな少女は戦略に秀で婦人編成の全てを知り尽くし水元素の力で兵をサポートする。同時に指揮官である彼女は敵を一掃するため自ら戦場に出向くこともある。幼い頃から綿積島で海や魚に囲まれて暮らし水の性質を熟知している。チームにいる時チーム内のキャラクターが泳ぎに消費するスタミナを減らすことができる。産後宮心美の通常攻撃は水元素で形成した遊魚による最大3弾の連続攻撃で水ダメージを与える。銃撃はスタミナを消費し短い詠唱をした後敵に水範囲ダメージを与える。元素スキルを押すと産後宮心美は仲間を治療できる水元素の生命体バケクラゲを召喚し発動時に湿潤状態を自身に付与する。一定間隔でバケクラゲは周囲の敵に水ダメージを与えかつ周囲のフィールド上のキャラ HP を回復する。回復量は産後宮心美の HP 上限によって決まる。海のちぎりよ。綿積みの力を降臨させ周囲の敵に水ダメージを与え産後宮の水が凝集してできた未来羽衣を羽織る。未来羽衣状態の時産後宮心美の通常攻撃銃撃および元素スキルで召喚したバケクラゲによるダメージがアップする。通常攻撃と銃撃が敵に命中すると周囲のチーム全員の HP を回復する。ダメージアップ量と HP 回復量は産後宮心美の HP 上限によって決まる。また未来羽衣は産後宮心美の中断耐性をアップさせ水面上を移動できる。天風つづらの中の玉串解放後産後宮心美が元素爆発を発動した時フィールド上に自身のバケクラゲが存在する場合バケクラゲの継続時間をリセットする。羽衣の澄んだ光の中綿積みの巫女に伝わる歌から力を集め己がものとする。天風真珠のお歌解放後未来羽衣状態にある時HP 上限を基準に通常攻撃と銃撃のダメージがさらにアップする。上昇量は彼女自身の与える治療効果に基づく。一つ一つの戦いにおいて対局から細部まで全てを緻密に計画し兵たちに凱旋をもたらす。会心率がダウンする代わりに与える治療効果がアップする。天風真珠の歌との相乗効果を期待できるだろう。戦局は常に移ろいゆき勝敗は瞬く間に決まる。仲間の生存を前提に勝つためには戦況を冷静に分析し危機に陥っても混乱しないことが肝心であると兵学を熟知する彼女はよく知っている。戦闘中元素スキルによるバケクラゲで仲間の HP を回復し優れた水元素反応環境を創造してチームメンバーをサポートする。また自ら戦いに参加し元素爆発を放つことで未来羽衣による強化を得る。その後チームメンバーと自身のバケクラゲと共に怒涛の攻勢を繰り広げれば勝利を手中に収められるだろう。はるか昔
魔人は深海の敵を倒し、海の底で過酷に生きる渡積島の民を地上へ連れ出した。その後、神が彼らの信仰する渡積大神を切り殺し、ガイナスたたり神の怨念が残された。人類の歴史を一つの戦いに見立てるなら、神の考えは戦場の気候のように予測不可能で計り知れない。天に轟く雷に対し、神の意志を継いだ少女はこの地を一体いつまで守れるだろうか。